一日明けましたが、ウィットネス最後の面、シークレットチャレンジですね。やっていきたいと思いますが、ここを解かないといけない。いやー、これ解けるのかな。これだけの色全部分けないといけないってことじゃないよな。いやー、参るな、これは本当に。何が同じ色なのかっていうのが未だもってよくわからないんですよね。いや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 。どこまでが同じ色なんだろう。いや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 、違う色はどれだっていうことなんですけどね。いや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 参りますね、これは本当に。いや、そう、いや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 、これが全く、いやいやいや、解けないよな、解けないんだよな。これだけが間違っていて、これも間違っていて、これも間違っていて、こう、いや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 、ちょっとこれが間違ってる。それも間違ってる。何が合ってるのかな。何が正解の色で何が間違いの色なのかが全く分かってないんですよね。相変わらずそれが分からないんですよね。と、こう間違ってるんじゃないのかなって思うんですけどね。これも違う。いや、これはな、うーん、どれが合っているのやらさっぱりなんですね。いやー、解けたとしても、これが黄色が間違ってるっていうことあるのかな。あるか。
だとしたらオレンジも間違ってないかな。紫だとしたときに、これも間違ってるよっていうことということになりますとですね。いやー、これは難しいな。何が間違って何が正解なんでしょうか。こう斜めに見て、この斜めのラインが同じ、この斜めが同じ色になるんじゃないかということでやるんですけどね。こことここの色の変化が急激すぎるのかな。こっちが正規色だ、黄色、こっち側が正規色だっていう風にしてみましょうか。仮説を立てて。そうするとですね、色が間違えてあるのがこっちなんじゃないかと。で、オレンジも実は違うよと。いうこと。こういうのこう、いやいやいや、そうかそうか、そう違うよ。で、この子たちも違うよ。結構間違えてますよってしてみるかですね。実はこの子も間違えていますと。で、オレンジ、黄色あたりも間違いなんですよと。してみるか。で、ここが囲めてないからそれは違ったということなんですけど、そうしたらこっちから先に行ったらいいのかな。オレンジ色したこれでどうかな。この色は合っています。で、この辺りの色が間違っていますよとしてみる。違う。この、いや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 、いや、難しいな。こどれが合ってて間違ってるか。
間違っている色はどれなんだ。これを先に囲んでしまうと向こうに行けなくなっちゃうんですよね。だから、そっか。こうやってみる。実は、ブルーの方が正解で、この黄色の一文が間違っているよと言ってみる。あった。そうか。この色の流れが自然だっていうことですね。で、この黄色とか赤っていうのが色の流れに対して不自然だ。で、要は青から赤に変化していく色の流れが自然なので、えーっとこう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 で、これとこれは対応してますと、ここでですね。で、こう青一列になるべきなのにオレンジだと。で、青の流れが自然だとすれば、これとこいつは合ってますと。この流れに対してこれが不自然だと。で、これも青で合ってますと。で、この流れに対してこれが不自然だと。ということか。いや、これ色の感覚が、これで晴れて、シークレットチャレンジのパズルに迎えるんではないかと思いますね。シークレットチャレンジのパズルは、こちらのはずなんですけど、ここの扉開けましたね。これはこのままですか。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。ついにここのパズルを解いてもいいんじゃないかと思いますね。これは多分さっきの部屋のパズルと対応してるはずですね。どうやっていくのかな。行き方がわからない。こっちか。この角の部屋が1、2、3、4、5、1、2、3、4、5で斜めに抜けているので、きっとこのパズルを解いたときに
同じ進み方をしないといけないよっていうことなんでしょうね。あ、奥にも行けますね。あ、これはまさか、これ2編成しないといけないですね。1編接するやつと2編接するやつがあって、これが2編。ここをどうやって2編にしていくか。これ一応、これ3編か。これ2編ですね。2編、1、2。これは難しいか？これで2編になっちゃいますね。ということは、わかった。これで2編。2編ですね。で、1編。接して、開いた。やっぱりというか、ここに来ましたか。ここに通路があるのはこの辺りに繋がってくるだろうなっていうのはなんとなく分かってましたけど。これは風車の上の通路のところですね。今までここに来たくてなかなか来れなかったけど、そう、こういうのが見えてたんですよ。全てが溶けていく。これでショートカット解放ですね。これが最後の音声パズルですね。違う。3編、2編、1編、簡単。これは簡単。ありましたね。これ砂漠の方ですね。これが何になってるか。3編接して2編接して1編。そうだね。これはそんなに特段難しいパズルではないですね。ここのショートカットも開通しましたよ。どっちから来たかな。こっちから来たんですね。上に登ってみましょうか。こんなところにレコーダーがありますね。The concept of a clock enfolds all succession in time. In the concept, the 6th hour is not earlier than the 7th or 8th, although the clock never strikes the hour, save when the concept biddeth. Nicholas of Cusa, 1450. That's mine, you know. Yeah. Well, I have some ideas about it, and I just wanted to give it a try. See how it goes? Next thing I know, you'll be taking over all the Kuza pieces. What kind of idea? I don't know. Subconscious drives, right? Like, with anything creative. Did you feel this way before you tripped in the island? Or after? Well, I think after. Yeah, mostly after. I had a seed of it before, even back when I first heard the piece, when you first picked it up. But I
I で didn't もその時うまく really 気 notice づけな then. かったの。エンドウ豆の上に Now it's like 寝 the たら犬 princess 様 and the に pea. よ I don't mean to be stepping で on も your 出 toes しゃ though. ばる Really, つ the もりはない drive よ is 本当に personal. 国特権しよう I wanted to こ record れを this 独 one 占し so ようって後で自分の I 聞 can きた hear い it よ the うに way I 聞 want きた to いよう hear に it. 聞けるように Just to set something 整理 right しておくな for 自 myself. 分のためにね Okay. I'm gonna file this under the category こ of れを good 持ってると problems いい to 問 have. 題のファイルに Your とい attitude い to the ので piece 多分 changed 旅を or 通じてこの一編に対する君の態度が変わったあるいはもっとこれっきり That means it's う working. まくいっている状態 Something's working, right? Maybe. 何かうまくいってるんだ多分 back when we started, I would have counted 始 us めた lucky 頃 to は ever ここ get まで this 来 far. るこれはラッキーな方だと思ってた Here we are. でも来たわね Here we are. さあどうぞ録音して僕 Record は away. 君に感謝してる僕 I 自 will 身が take されているものについて考えるチャンスを Thanking くれ you た for ので this opportunity to introspect on my aversive feelings. You're welcome. You're welcome どういたしましてこの法則は簡単なんですよと。どこから始めたら解けますかっていうことですか。これはここからしか解けないってことじゃないかな。2変接して2変接して僕は3辺接して1辺接して2辺接して2辺接して2辺接して1辺接して2辺接して2辺2辺接して終わる。ここが開きますか。結構な通路が開きましたね。これは何か意味があるのかな。なるほどなるほど。さあ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 、もう行くところはほぼ行ったかもしれないですね。疑問に思えてたところ。この音声パズルが1個解けて聞けていないのがあるということだけは確かですね。ここにやってきましたよ。怖いっすね。怖いっすね。ちょっとここでゲームのロードゲームのロード。いや、ちょっと待てよ。怖いなぁ。怖いなぁ。初めて大丈夫かな。
初めて大丈夫かな。ちょっとこんなことして大丈夫かな。一旦ちょっとセーブデータをアップロードして、いきたいと思いますね。PS プラスセーブデータをお預かりしていこうかな。セーブデータをお預かりさせるにはどうすればよかったっけ。とどうやってセーブデータをお預かりセーブデータのアップロードをしたいな。セーブデータのお預かりを、セーブデータはアップロードする。すべてアップロードすべてアップロードする。いいか、このまま進んでみるか。アップロードされてるみたいなんで進んでみましょう。行くぞ。これいいのかな。行ってみようか。これはそんな難しくないでしょ。難しくはない。難しくはないですね。焦る必要はない。焦る必要はないでしょう。だからといって何かが解けてるわけでもないのか。これはなるべくシンプルに解いて 2.2.1 下がって突っ切ってこの形をよく覚えとかないといけない。突っ切ってこうね。焦る必要はないよ。焦る必要はないよ。焦る必要はないよ。あ、こっちか。この線がどこに続いている？焦る必要はないんじゃないか？来てないですね。あ、そこか。はい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 。焦る必要はないよ。焦る必要はないよ。こう裏に行ったな。裏に行ったかな。そうですね。1個ずつ取るようにってことかな。そんなことあるか。1個ずつ取るように行きなさいってことかな。あー、消えた。1回間違ったら全部消える感じ。スイッチ
を入れ直さないといけないってことか。なるほどね。マジで同じ色を2つ取ってはならんってことかな。そんなことある？そうよね。どういうこと？どういうことだ？同じ色を2つ取ってはいけないってことあるんかな？あるかな？あったら困るよな。いや、これは困るな。これでダメ。いや、ルールがわかんない。ルールがわかんない。ルールがわからないぞ。横に行ってみる？いやー、どういうルール？どういうルールやろう。これで一応取れてんねんけどな。取ったらいかんってことか。全部片一方で取れってことかな。全部片方で取ってくださいよってことかな。全部片方で取りなさいってことだと思ってみよう。いや、それできるか？全部片方で取ることは可能か？いや、可能じゃないな。焦らせますね。わからないな。焦らせてくるな。終わる？終わった。終わったけど終わった。この間に全部解かないかんってこと？あ、全部消えましたね。もう一回音楽流すか。流れた？はい。同じ問題は二度と出ないのか？ねえ、そういうことみたいですね。でも、パズルは、朝までにできるかな？この形を
く覚えておきなさい。裏に来てんのかだっけ。違った。こうか。まだ全然難しい形じゃないよ。この裏のやつ、あ、裏じゃない、下や。下。これ比較的簡単なんじゃない？比較的簡単じゃないと思わせておいて、結構、これなら、違う。違うんやな。何が違うんやろ。何が違うんだ。戻らないといけない。どこから？ここから？ここが消えた？ちょっと待って。焦るな。あ、ここから解き直した。ここを解いて、あれ？ここを解きましたよ。下か。これどうして解いたらいいんだ？解ける？これ解ける問題ですかね。全部片一方で取らないかんってことあるかもしれないですね。そういうゲームやもんな。いや、こうなってしまったら取れへんでしょう。狂気の沙汰やな、これ。帰れへんもんな。いや、これわからないぞ、これは。わからないぞ。たまたま解ける。ルール付けがよく分かってないんだよな。多分ですね、その片方でしか取れない。片方は片方でしか取れない。1個の色しか取っちゃダメ的なことだと思うんですよね。あ、そっか。これで解けたかな？これで解けたかな？これで多分違う。まあでも何回もやり直しは効くんで。順番があるってことかな。
わかった。黄色は黄色で取れる。そういうことや。青は青、黄色は黄色で解きなさいってことや。あ、取りなさいってことや。あ、なんや、単純な、そういうことか。はいはい。黄色、青のラインで青を取ってはならない。黄色のラインで黄色を取ってはならない。そういうことや。あー、なるほど。もう一回リスタート。行こう。ルールが分かればね。ルールが分かれば、すごい穏やかですね。この音楽もね、心を落ち着かせるためのもんですよ。ここまで簡単ですね。あまり複雑な解き方をしちゃダメだよ。この形を覚えておこう。3.1、こうね。次どこにパズルが現れてますか。パズルが変わりましたよね。それは別にいいよ。そういうことは僕は気にしないよ。あ、これで解けるかな。で、お、ここまで簡単ですね。パズルが来たらでも大丈夫。なぜならもう解けるから。おー、これはおしゃれな。おしゃれだな。これは随分おしゃれですね。おしゃれですよ、これは。2つ取って、これで1、OK。ここにパズルがあるね。もう行ったかな。次のエリアにいいかな。あ、まだ来てない。何かある？違う。ここのパズルはこういう、そこのパズルで解けるやつが出てる感じもない。これは、あ、ここか。うわー、しまった。完全に時間を戻した。これはこうしてこう。いや、解ける。大丈夫よ。ルールは分かったから、これはもう簡単なんです。OK。で、ここまで来たね。OK。まあ、悪いペースではない。これもそんなに難しい問題じゃない。黒と白を分けてあげればいいだけの話。解ける問題と解けない問題があるとかないよね。ある、これは解けないかも。いや、これも解けないんじゃない本当かな。解けるんじゃないかって。これは黄色を分けてあげないといけないですね。これ解ける？解けないさそう。これは簡単に解けそう。
けそうとか言いながら解けない。いやいやいや、そんなことはないんじゃない？解けたんじゃない？あ、もうどんどん先に行っていいんなら、あ、これ先に行けないのかな。行っていく？ああ、なるほど。さっきは1、2、2、あ、違う。3や。3行って、2行って、こう解いた。こう解いたよね。ここまで来たけど、なんかパズルっぽいのが一緒に来たような気がしたけど。あ、打った。2辺接して、2辺接して、1辺、こうして、これで2辺、2辺、2辺、1辺。違う。間違った。あ、これは大変かな。ここから解き直しってこと？ああ、これだ。ああ、これはもうちょっと厳しいか。1、1、1、2、3、あ、ここも解かなあかんか。1辺、2辺、あ、違う、3辺、2辺、2辺、2辺、1辺。ここにもあるよ。あ、終わったかも。終わったか。終わったか。消えると。やり直して。なるほどね。やってくれますね。これ3択で回答できるやつは1個しかないってやつ。それはここまでのルールは分かってきたと。色と同じ問題が出ないだけで問題自体がやたらめったら難しいわけではないのかどうなのか。焦らされてるだけやな。これが一番簡単やな。次の関数。これはなるべく簡単に解きたいけど、まあ、こう、鍵の字で、3日って鍵 S5 の字。それだけ覚えておく。下からやったっけ？あ、まずここ。青は青で取りなさいよ。青は青で取りなさい。青は青で取りなさい。青は青で取りなさいか。これでいいか。なるほど。
やってくれますね、この問題もな。あ、そうか。いや、違うんだよな。あ、そうか。いやいやいや。あ、そうか。いや、かやな。まずったな。時間かけすぎてる。ここね。迷路。単純な迷路。後がスムーズに解ければいいんじゃないですか。こうか。やってくれますね。やってくれるね。やってくれたね。解けない問題があるよ。これは解けそうな気がする。あ、解けないのか。くそ。こっから焦らせんねんな。どれが解けない？これは解けるやろ。あ、解けねえわ。これもちょっと危うい。これは簡単。これは見るからに解ける。これは無理。これは見るからに簡単。どういうあれやったっけ。ちょっと見になれるか。この時間が無駄やけど。この形ね。パズルが欲しいよ。あった。1個しかないってことあるかな。1辺接して2辺接して2辺接して1辺接して3辺接しないかんの。惜しいね。惜しいね。先にこっちを取った。これで解けた。あ、解けてね。解けてねえな。あ、これでいい。どう？もう解けたんじゃない？ダメですか。あ、こっちにもあった。3つパズルがあってもおかしくないの。終わったか。高速パズル解きか。いや、これはできるまで何回もってやつやな。考えてる間にこれが絶妙な位置にあるな。
さあ、これ結構パズル解く速さは悪くないと思うんやけどな。これ一応消えたな。あれなんで消えたんやろ。消えたということを覚えておきなさいってことやかな。これは結構迷路の難易度が高くなってるよ。これは簡単。簡単ね。これでもいいんだから。よしよし。で、なるべくこれは簡単に解きたいけど、そうは許してくれないか。2って、いや、こうやな、もう。いや、これ結構ルートが複雑やな。解けるかなと思って。下じゃない。こっちから。青は青で取りなさい。そうやな。これでもいいよな。いいよな。いや、ちょっと待って、ごめんなさい。許してください。さあ、この4枚のパズルがどこからかっていうのがネックですなぁと。解けた。これでいいはず。そしてここに来て、これは定番やな。2個パズルで、あとはどこやったっけ。ここやったっけ。いいんじゃないか。ペースとしては悪くないよ。全然悪くない。むしろ最善なんじゃないか。今回来てる中で最善。どれが解けるかということを冷静に判断しなさい。これどれも解けるように見えないけどどうなんですかね。解けるか。これが解けるか。これが解けますね。他は解けない無理難問というやつですな。解けないように見えて解けている。これはどれが解けるよ。どれが解ける。いや、違うか。これが解けるはまた間違いか。間違いやな。これ解けないな。これは解けないように見えて解けるか。解けないように見えて解けますかね。解けないのか。いや、解けてもおかしくないだろ。解けないですね。やばいやばいよ。いや、これやばいな。これが一番解きやすい。いや、そうでもない気がするんだよな。いや、そうでもないね。うわぁ。いや。困りましたね。どれも解けなくなってきたぞ。これは実は解けるんだけど、こういう感じで解けたら一番いいんやけどな。いや、
これ違う。あ、これが意外と難しかった。いやいやいや、そんなことでは困るんだよ。いや難しいね。難しいっすね。いやこれが解けない。これが一番解けやすいよ。あ、解けたか。今皿のように解けた。あ、解けたか。ワン、ツー、ワン、スリーか。あ、違うね。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、1、あ、違う。ちょっと待って、方向感覚がバカになった。あ、これもダメだな。いやでもペースは上がってきているよ。本当かな。つまらんかったらいいんやけどな。さあ頑張る。ここが音楽が鳴り出すとオレンジが消えるんだよな。あれ消えた？そうだよね。オレンジが消えただけか。溶けてるはず。あ、違った。嘘でしょ。ごめんなさいね。ここで間違うのが痛いとかそういう次元の話じゃないんだよな、まだ。そういう次元の話ではまだないから、安心していいよ。そうよね。あ、そっか。こっか。そっか、こっか、こうか。これも大変。ジグザグ、ジグザグ、ジグ。これ、終盤覚えてられへんな。ジグザグ、ジグザグ、ジグ。どこのパズルから来てますか。3。ということはここですよ。もうパズルの位置も覚えてきたし。最短のルート構築を目指していきたいよ。あそこね。見方も分かってきた。解けた。OK。よいしょ。あれ違う。そうか。はい、はい、わかりまし。わかってねえな。これわかった。いや、わかった。向こうが黄色になるようにすればいいね。こうね。あ、あ、そう。こ
こういうこと。はいはい。これでもう解けたでしょ。解けたよね。全部解けた。4枚解けたから次のパネルでどれが一番簡単に解けそうかというのを判別しなはれやと。これが解けるんです。あー、ちょっと待って。焦るな。そう。ほいっと。さあ、どれが解ける？これは解けたね。もう一目で解けたよ。いや、解けてるから焦るな。解けてるから焦るな。よし。そしてここが、1、2、3いってか。で1、2、これが、1、2、1、OK。で、ジグ、ラグ、ジグ、パズルはないかな。ワン、ツー、スリーで1避けて OK。これいいんじゃない？パズル2つ解きましたよ。そうしたら、これか。嘘やろ、ここまであんの？嘘でしょ。ああ、向こう取り忘れてるわ。向こう取り忘れてんのね。はい。マジっすか。上下左右。これ、塞がったんじゃない？塞がったね。完全に塞がったね。そうしたらこっち側から行くか。大変だから。そしたら大変なパズルですね、これ。うわー、すげえ大変。出口に行かねえじゃん。あー、これ簡単に解く。あ、そういうこと。解けた。やった。いや、イエス。石中2本で、あれ、なんでこれが解けてたんやろ。これ自動で解けましたよね。これなんで自動で解けた？あれが自動で解けた意味がわからへん。びっくりした。いやー、ちょっと思ってた以上にすんなりいったな。これ最後のキーやろ。これが音楽パズル、シアターのラストですね。
あー、溶けた。イエス。比較的簡単だったっていうことかな。ちょっとおさらい、簡単なおさらいですね。で、ここが非常に難関かな。難関って言ってもいいのかな。これ多分他の2つは解けないですね。まずこの色分けする問題で、ここもうこの4点があったら無理ですね。このオセロの最初のパターンがあったらまず無理だと考えてもらっていいです。判別方法としてはそうですね。このオセロの配置、オセロの最初の4つの配置になってたらもう解けないと。まあこれはもうずっと解いてきた中でパッと見て解けそうなやつを選ぶっていう風なのがいいのかな。もしかして解けないとは思うんですけどね。パッと見て解けそうなやつを選ぶと。で、ここはランダムにパズルがなりますから選んでください。で、他のパズルでよくやってる人はもうわかるでしょうということですね。多分一番見たことないのがこっちのパズルで、このパズルで、点対称、青から始まったやつを青から取る、黄色は黄色で取る、で黒はどっちで取ってもいいっていうルール付けがされてるんで、それだけ間違わなければいいですね。いやー、そして、これ簡単に見えるパズルなんですけど、実際簡単に解けます。ただこの解いたルートが、後のですね、柱がいっぱい立ってて小窓がいっぱい開いてるところのルートになってくると。でこれ以外のところは基本的に塞がれてしまいますので、なるべく複雑にしないのと、あと覚えておく。でこれを解いた後にここの4つをどこに数が出てるかとか言って見ながらですね、ここから1、2、3つ見えるんで把握はしやすいかもしれないです。ここで1、2、3つ見えるよっていうことを覚えておいたら、あとこの裏がありますので、どこがついていくかっていうのはこの3つ一度視野に入れることができたら判断しやすいんじゃないか。でさっきこういった形を覚えながらここに来ると。で今回の場合は1、2、3行って1行ってジグザグで最後に下がって2マス抜けるっていうのを覚えてたんで、ここの両窓の小窓にですねパズルがないかを確認しながら、でここの2つを解いたら柱が光ると。で柱のパズルを1個2個解いたらここが開くんですけど、僕の場合は他の人はどうなるかわかんないですけど、自動に解けましたんで、そのままゴールということになりました。晴れてですね。終わりましたですね。じゃあこの形を覚えて、
シアタールームに行きましょうか。最後に1個どうしても探してもなかったシアタールームなんですけど、シークレットが、シークレットのパズルの面があれだったんですね。その先に図形が隠されてたんですね。そうですね。残りのヒント、まあ、ちょっとした、あれですけど、多分、どっちから入って、向こうから入ってくることになると思うんですね、このエリア。で、このレコーダーの裏、ここにですね、登っていくと、扉があります。シアタールームの上ですね、を横送っていく感じ。でもうここまで来たら分かる方も多いんじゃないかなとは思うんですけど、風車から通じるシアタールームですね。シアタールームですが、そこに通じていると。で、これ、これですね、降りていきますと、直行する、ここに出てきます。ここもよく、このゲームやられてる方だったらわかると思います。向こうから、風車から降りてきて、そこの通路ですね。で、よく気になってるのが、ここの空間、見えてたと思います。で、この図形がありますね。これが何なのかは、ちょっとそれは僕もまだ分かってないですけど、砂漠の最終エリアですね。こうエレベーターで上げてレーザービームが出るところですね。そことつながっています。こちらからスイッチで開けることができます。ショートカットですね。で、この図形が何の意味があるのかっていうのはちょっとわかんないですけど、一応パズルとしては三角形の数だけ辺に接しないといけない。この図形のあるボックスに対して、その三角形の数だけ辺を接してルートをクリアするっていうのはこの三角形の意味ですね。よくわからない方がこの三角形なんで解けたか分からず解いてきてる人もいると思うんですけど、ここまで複雑になると偶然では解けないので、ルールをちゃんと覚えた方がいいと思います。で、風車の最後のエリアに着きましたということですね。何だったんでしょうね。あのパズルの意味がわからない。で、最後に、入力して終わりましょうかね。どういう図形やったかな。おそらくうる覚えですけど、こういった形だったはず。さあ、ラストのSeen by Professor どうもですね、事前情報によるとこれが1時間ほどあるらしいので、今日はこれを見て終わりっていうことになるそうですね。比較的早く解けている本当ですね。朝までかかるのぐらいは覚悟してたんですけど、解けましたね。A solar eclipse passed directly over the city of Portland. I bought my bus tickets and found a place to stay, but in the end, I couldn't get the time off work. Well,
Anyone who lives in Portland can tell you that the chances of catching the sun in February are pretty slim. And sure enough, the skies over the city that day were completely overcast. ここから出てったら聞こえなくなるよな。 That work I couldn't get out of was my first job out of college. A sales clerk at an old Radio Shack store in beautiful でも downtown まだ Worcester, 解けてないパズルが Massachusetts. 結構ありますね。 On my very first day behind the counter, a delivery truck pulled up to the front of the 風 store. 景パズルがいっぱい They 解けて carried ない in a big carton, upon which was printed the legend TRS-80. It was our floor sample of the world's first mass-market microcomputer. The TRS-80 Model 1こ had れ a Z80 1時間あ processor るら clocked し at いです。 1.7 megahertz, 4,096 bytes of memory, and a 64-character black and white text display. わあ、最初の The パソコン only って storage そん was a な cassette recorder. All this could be yours with a low, low price of $599. The store I was working in had 6 seen 万 better 円でその days. スペックやったんですね。 At one time, it had been near the center of a thriving commercial district. いや、終わりました But ね like。so many other New England cities, the advent いや、 of shopping malls い had, ろんな by パズル the があ early りました 70s, ね。 turned it into a ghost town. Worcester's solution to this problem was decisive, to say the least. The city's elders apparently decided that if they couldn't beat them, they would join them. And so, several square blocks at the heart of the city were bulldozed into oblivion, うー destroying dozens of family businesses, including the site of a pharmacy once operated by my great-grandfather. In their place was erected a vast 3-level shopping complex with cinemas and a food court. When the dust settled, only a few forlorn blocks of the old Worcester remained standing. My Radio Shack store was in one of those blocks. 今日で何日 Then, かな。 to add insult to injury, Radio Shack opened a brand new location inside the shopping center, less than 500 feet from my store. So now patrons had a choice between a clean, well-lighted establishment with uniformed security and acres of convenient parking, or a shadowy hole in a seedy old office building next to an adult movie theater. Consequently, I had plenty of time to fool around with the new computer. I taught myself basic programming. Then I learned Z80 assembly. Both, of course, so that I could write games. I also created self-running animated demos, Yeah, which why ran not? all Sana night in honton. the store window for the edification of これ winos 1時 who 間 peed あ in る our らしいから doorway. な。 Strangely enough, the few customers we had し didn't かし seem 解 to け be てな interested い in の our が new 1 computer, 個ある。 even after the 16K memory upgrade. 道 In 中 fact, にあっ most た of the 図 people 形 who set の off the buzzer パ on ズ the way ル through の the 図 front 形です door ね。 weren't there to buy anything at all. あれ They were there to exploit が a 解 free けて promotion, ないんで which す was よ the bane of ね。 Radio Shack employees あれが for なんであ over るの 40 か。 years. Battery of the month. それが分かってない。 The idea of this promotion was simple. Customers, which was printed a Wow, square narrative. for each month. 12 times a year, the lucky sales clerk got to punch out a square and give the customer one brand new AAA, AA, C, D, or 9-volt battery. Of course, customers weren't allowed to choose just any grade of battery. At the time of my employment, Radio Shack offered 3 different levels of battery excellence. あ、ちょっと待 First were the alkalines, 日食が powerful, 始まってますね。 long-lasting, and expensive, hanging behind the counter like もしかして prescription これ medication in gold-embossed 日 blister 食が packs. 始まって終わる These ま were で most ずっと見てな certainly いといけ not ない。 available through the battery of the month club. なんかそんな Next 気 were がし the てきました high-end ね。 lead batteries, sturdy, dependable batteries, moderately priced, and prominently displayed near the front of the store. These were also not available through the battery of the month club. Finally, at the bottom of the barrel were the standard lead batteries. These were literally piled in barrels, cunningly located way at the back of the store, in a dark corner near the TV antennas. Remember TV antennas? Customers who came in looking for their free battery of the month had to walk the entire length of the premises, past the CB radios and stereo headphones and remote-controlled racing cars. Nothing would stop them.
On the first day of every month, like clockwork, those customers came in waving their little red cards. I would look up from my programming and wave them to the back of the store. It didn't matter that the batteries were only worth 29 cents. It didn't matter that most of them were already half dead. They came, they grabbed. And as far as I can remember, not one of them ever paid for a damn thing. I was such a crappy salesman. I was young and foolish. I thought my education in game design was happening at the keyboard. I almost missed the lesson coming through the front door. Fortunately, I wasn't the only person fooling around with games on micros. All over the country, people like me were experimenting. Scott Adams was coding what would soon become the world's first commercial adventure game. Remember adventure games? My future employer, Infocom, was being founded, along with other legendary companies like Online Systems, Sirius, Personal Software, and SSI. Those were exciting times. Teenagers were making fortunes. Games were cheap and easy to build. The slate was clean. But in 1979, the biggest news in gaming had nothing to do with computers. On the morning of the autumn equinox, September 20th, a new children's picture book appeared in the stores of Great Britain. This picture book was rather peculiar. It consisted of 15 meticulously detailed color paintings, illustrating a slight whimsical tale about a rabbit delivering a jewel to the moon. On the back jacket of the book was a color photograph of a real jewel, shaped like a running rabbit, 5 inches long, fashioned of 18-karat gold, suspended with ornaments and bells, together with a sun and moon of blue quartz. According to the blurb underneath, this very jewel had been buried somewhere in England. Clues pointing to its location were concealed in the text and in the pictures of the book. The treasure would belong to whoever found it first. The book was called Masquerade. It was created by an eccentric little man with divergent eyes and a talent for mischief named Kit Williams. Within days, the first printing was sold out, and the empire that never sleeps found itself in the grip of rabbit fever. Excited readers attacked the paintings with rulers, compasses, and protractors. Magazine articles and TV specials dissected the clues, floated theories, and followed with keen delight the reckless exploits of the fanatics. One obscure part, unfortunately known by the nickname Rabbit Hill, was so riddled with holes excavated by misguided treasure seekers that the authorities had to erect signs assuring the public that no gold rabbits were to be found there. Some hunters ended up seeking psychological counseling for their obsession. The craze leapt over the Atlantic Ocean and invaded America, France, Italy, and Germany. It sold over 1 million copies in a few months, a record unrivaled by any children's title until the advent of Harry Potter. Over 150,000 copies were sold in foreign translations, including 80,000 copies in Japanese, despite the fact that the puzzle was only solvable in English. It didn't matter that the Masquerade jewel was only worth a few $1,000s. Many seekers spent far more than that in their months of exploration and travel. It was the thrill of the chase, the possibility of being the one. Treasure hunts, secret messages, and hidden things seem to exert an irresistible appeal. They're fun to look for and to talk about, and this fact of human psychology has been exploited in computer games since the earliest days. It finds expression in the hidden surprises we call Easter eggs.
長いな。 Atari's Stephen Wright is まだやってる。 credited with coining this term in the first issue of Electronic Games magazine. The first Easter egg in a commercial computer game appeared in an early Atari 2600 cartridge called, simply enough, Adventure. By a sequence of unlikely movements and obscure manipulations, players could discover a secret room where the words "created by Warren Robinette" appeared in flashing letters. Over the decades, Easter eggs and their evil twin, cheat codes, have become an industry within an industry. Entire magazines and websites are now devoted to their carefully orchestrated discovery and dissemination. They're part of our toolkit, our basic vocabulary, the language of computer game design. Computer gamers may have been the first to refer to hidden surprises as Easter eggs, but we certainly weren't the first to use them. Painters, composers, and artists of every discipline have been hiding stuff in their works for centuries. The recent advent of VCRs and Laserdisc players with freeze-frame capability exposed decades of secret Disney erotica. Thomas Kincaid, the self-appointed painter of light, amuses himself by hiding the letter N in his works. A number beside his signature indicates how many N's are hidden in each painting. Picasso, Dali, Raphael, Poussin, and dozens of other painters concealed all kinds of stuff in their paintings. A favorite trick was hiding portraits of themselves, their families, friends, and fellow artists in crowd scenes. El Greco loved dogs, but the Catholic Church forbid him from including any in his sacred paintings. So he hid them, usually within the outlines of celestial clouds. Composer Dmitri Shostakovich chafed under the political censorship imposed by the Soviet Ministry of Culture. His symphonies and chamber works are loaded with hidden signatures and subversive subtexts which, had they been recognized, would have sent him to Siberia. Mozart's opera, The Magic Flute, is filled with musical allusions to the rituals of the Freemasons, the ancient secret society of which he and his mentor Haydn were members. But the most famous purveyor of Easter eggs is that champion of the late Baroque, the ultimate musical nerd, Johann Sebastian Bach. Bach was a student of gematria, the art of assigning numeric values to letters of the alphabet. A equals 1, B equals 2, C equals 3, etc. By comparing, sequencing, or otherwise manipulating these numbers, secret messages can be concealed. Bach took particular delight in the geometrical numbers 14 and 41. 14 is the sum of the initials of his last name. B equals 2, A equals 1, C equals 3, and H equals 8. 41 is the sum of his expanded initials, J.S. Bach. These two numbers show up over and over again in Bach's compositions. One of the better-known examples is his setting of the chorale or Deinem Throne. The first line of the melody contains exactly 14 notes, and the entire melody, from start to finish, contains 41. Another of Bach's favorite games was the puzzle canon. A canon is a melody that sounds good when you play it on top of itself, a little bit out of sync. Frere Jacques and Row, Row, Row Your Boat are familiar examples of simple, two-voice canons. But a canon can employ any number of voices, and you don't have to play each voice the same way either. You can change the octave, transpose the key, invert the pitch, play it backwards, or any combination. Finding melodies that make good multi-voice canons is a fussy and difficult art, of which Bach was an undisputed master. Now, in a puzzle canon, the composer specifies the basic melody and the number of voices, but not the relationship of the voices. The student has to figure out the position and key of each voice, and whether to perform them inverted and or backwards. Bach wrote quite a number of puzzle canons. The most famous, BWV 1076, is part
part of a fascinating story. One of Bach's students was a fellow by the name of Lorenz Misler, founder of the Society of Musical Science. This elite, invitation-only institution devoted itself to the study of Pythagorean philosophy and the union of music and mathematics. Its distinguished membership reads like a who's who of German composers, including Handel, Telemann, and eventually Mozart. Applicants for membership in the society were required to submit an oil portrait of themselves, along with a specimen of original music. With nerdly efficiency, Society member number 14 decided to combine these admission requirements into a single work. He sat for a portrait with Elias Hausmann, official artist at the court of Dresden. This portrait, which now hangs in the gallery of the town hall in Leipzig, is the only indisputably authentic image of Bach in existence. The Hausmann portrait shows Bach dressed in a formal coat with exactly 14 buttons. In his hand is a sheet of music paper, upon which is written a puzzle canon for 6 simultaneous voices. In 1974, a manuscript was discovered which proved that this canon was the 13th in a series of exactly 14 canons based on the ground theme of the famous Goldberg variations. As if these musical gymnastics weren't enough, Bach liked to hide messages in his compositions by assigning notes to the letters. His initials, B-A-C-H, correspond to the pitch sequence B-flat, A, C, and B natural in German letter notation. This theme makes its most memorable appearance in the last bars of his final composition, The Art of Fugue, published soon after his death in 1750. The word fugue comes from the Latin fuga, which means flight, as in running away. So the art of fugue is the art of flight, the art of taking a theme and running with it. Bach wrote hundreds of fugues, but none as sublime as this sequence of 14. In the last and most complicated fugue in the series, the first and second sections develop クリア後に取得できる This ム is ービーで followed す。 by the BACH しばし離席しま signature. す。 And then suddenly, without any warning or structural justification, the fugue stops, dead in its tracks. One of the composer's 20 children, his son Carl Philipp Emanuel, claimed that Bach died moments after those last few notes were written. This story is probably apocryphal. The Easter eggs in Bach's music are a pleasant obscurity, known chiefly to professors and students of Baroque music. But in March of 2002, when this lecture was first delivered, those Easter eggs were the talk of the entire classical music industry. Sitting near the top of the classical music charts that month was a compact disc on the ECM label called Morimer. It was performed by the Hilliard Choral Ensemble, together with a talented but, until then, little-known violinist, Christoph Poppen. The music on Morimer is based on a geometrical analysis of Bach's Partita in D minor for solo violin. This analysis, by German professor Helga Thon, assigns numeric values to the duration of notes, the number of bars, and the German letter notation of the partita. In doing so, she claims to have discovered the complete text of several liturgical ceremonies encoded in the notes. The CD presented these hidden texts superimposed over the original music. The result was strangely melancholy, dark, haunting, and very, very popular. Quite a few music critics attacked this disc. 戻りました。 They didn't buy Professor Thon's 終わらないで analysis, すね。 dismissing it as a combination of numerology and canny marketing. いや Their caution was not without basis. Numerology is a slippery slope down which many a fine mind has slid to its doom. Allow me to offer an amusing anecdote from my own experience. ー、ゲームとして Back in the 尖っ early てるな。 90s, before the internet took off,
One of the more popular online bulletin board systems 取得ム was ー a ビーが service 1時 called 間増えるっ Prodigy. て I bought an account on Prodigy so I could join a fraternal interest group and gossip with fellow members around the country. これ One を day, 作った a 人の stranger appeared on our bulletin board. 言葉なんかな Right away, I knew we were in trouble. This fellow, whose name was Gary, began spouting all kinds of apocalyptic nonsense about worldwide conspiracies, secret societies, and devil worship. At first, we tried to be polite. We questioned his sources, corrected his histories, logically refuted his claims, and tried to behave in a civilized manner. But instead of soothing him, our バイ attention ト only 先の made him 男の worse. 子の話かな His conspiratorial warnings became urgent, approaching hysteria. He began to threaten people who disagreed with him. To coin a phrase, Gary went all uppercase. But his most urgent warnings weren't about the gays, the Jews, the Rockefellers, or the Illuminati. According to Gary, the greatest enemy of mankind was Santa Claus. Gary claimed to 今この possess ム a ービーが secret 始まって numerical どれ formula ぐらい経ってる that んだ proved beyond a 一つだけ shadow of 言 a える doubt のは that Santa Claus was an 画面に avatar 映 of っ the ている Antichrist. 日食 Intrigued, we 月 pressed 食か Gary な to reveal his 月 formula. 食 In doing so, we 月 walked 食 right が into his 終わ trap. るまで We should have known 多 he 分 had a 続 book く to であろ sell. う I と終わ fell るっていう for の it. が完 I 全に sent 消 him え the た時 15 なのか bucks. それとも Less than a week later, the book arrived. Above an 完全に ominous 影がどい photograph た of the 時なのかっていう Washington のは Monument ちょっとわかんない was ですけど emblazoned the title, 666, The Final Warning. これまだまだ時間 Inside かかり this ますね privately printed 494-page monster, いえ Gary reveals a simple geometrical formula, which he claims この was 時間 developed 何 by を the しようかし ancient ら Sumerians. This formula assigns 喋れよ successive products of 6そうなの to かな each letter of the ことな alphabet. のかなって、まあ、 A 勝手に配 equals 信してるの僕 6, なん B ですけど equals ね 12, C これ equals でも 18, etc. Imagine my dismay when I そう applied でな this けれ ancient ば formula to the 大 name 変 Santa だよな Claus and obtained the blasphemous sum of 666, the biblical number of the beast. I went on Prodigy and reported to the stunned members of our interest group that Gary was right after all. There could be no doubt that according to the unimpeachable wisdom of ancient Samaria, Santa Claus was the Antichrist. I then went on to point out several other names which, when submitted to Gary's formula, also produced the sum 666. Names like St. James, New York, and New Mexico. Soon the bulletin board was filled with discoveries like computer, Boston tea, and most sinister of all, sing karaoke. Gary left us alone after that. I got my $15 worth. But Gary is hardly the first person to connect secret codes to the Bible. People have been looking for Easter eggs in the Bible for hundreds of years. The Hebrew mystical tradition of Kabbalah can be described as a geometrical meditation on the Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament. The advent of computers has made the application of numerology to the Bible fast and efficient. The latest spate of Bible searching was instigated by a book published in 1998 by Michael Drosnin, 聖 a 書が former 暗 Wall 号だっ Street て Journal 考えてる reporter. 人が随分 His book, いて The Bible いた Code, っていう applied a skip cipher in which every nth character in a text is combined to form a message. By applying his skip cipher to the Hebrew text of the Old Testament, Drosnin claimed to have discovered predictions of World War II, the Holocaust, Hiroshima, the assassination of Yitzhak Rabin and both Kennedys, the moon landing, Watergate, the Oklahoma City bombing, the election of Bill Clinton, the death of Princess Di, and the comet that collided with Jupiter. He also found predictions of a giant earthquake in LA, a meteor hitting the Earth, and nuclear Armageddon, all scheduled to occur before the end of the last decade. The Bible Code spent many weeks on the bestseller lists, spawning several sequels and dozens of imitators.
The Bible has certainly attracted its share of crackpots. But for the real hardcore egg hunters, nothing can rival the ingenuity, the tenacious scholarship, the stubborn zeal of those who seek the answer to the ultimate イースターエ literary ッグ puzzle. ね。イースターエッ A グって言いま poisonous すよね。 conundrum that has squandered fortunes, destroyed careers, and driven healthy, intelligent scholars to the brink of madness and beyond. Who wrote Shakespeare? The essays and books devoted to the Shakespeare authorship problem are sufficient to fill a large library. Several such libraries actually exist. Not even a day-long tutorial, much less an hour lecture, can begin to do justice to this complex, bizarre, and dangerously tantalizing story. これは Nevertheless, 本当にすご for い the unacquainted, I will attempt to summarize the issue in a few paragraphs. The undisputed facts of Shakespeare's life and career could be scribbled on the back of a cocktail napkin. We know for a fact that a man named William Shakespeare was born in 1564 in or around the village of Stratford-upon-Avon. We know that he had a wife and at least 3 children. We know he bought property in Stratford, was involved in several lawsuits with his neighbors, シー and クレット died の there 取 in ったからちょっとウィ 1616, ットネスのこ aged とをね、そ 52. れ調べてみましょうかね。 We also know that during those same years, a man with a last name similar to Shakespeare worked as an actor on the London stage, eventually becoming co-owner of some of the theaters there. We also know that about the same time, a number of most excellent poems and plays were published in London under the name 変わったゲームでした Shakespeare. ね。We do not know for a fact that the landowner in Stratford and the actor in London with the similar last name were one and the same man. We do not know for a fact that either man had anything to do with the poems and the plays. All we know is that those poems and plays have, in the 400 years since their composition, come to be regarded as a pinnacle of Western culture. The works attributed to Shakespeare appear to have been written by a man or woman who knew something about just about everything. They're filled with references to mythology and classic literature, games and sports, war and weapons of war, ships and sailing, the law and legal terminology, court etiquette, statesmanship, horticulture, music, astronomy, medicine, falconry, and, of course, theater. Therein lies the problem. How could a farmer's son of uncertain schooling, from a mostly illiterate country village, a man of practically no account at all, wield such encyclopedic learning, with so much eloquence and wit, so much wisdom and human understanding? For the first 150 years, nobody questioned the traditional history of the bard. Then, in the late 18th century, Reverend James Wilmot, a distinguished scholar who lived just a few miles north of Stratford, decided to write a biography of the famous playwright. Dr. Wilmot believed that a man as well educated as Shakespeare must have owned a fairly extensive library, despite the fact that not a single book or manuscript is mentioned in his will. Over the years, he speculated, some of those books must have found their way into local collections. And so, the good Reverend Doctor scoured the British countryside, taking inventory of literally every bookshelf within 50 miles of Stratford. Not a single book from the library of William Shakespeare was discovered. Neither were there found any letters to, from, or about Shakespeare. Furthermore, no references to the folklore, local sayings, or distinctive dialect of the Stratford area could be found in any of Shakespeare's writings. After 4 years of painstaking research, Dr. Wilmot concluded, to his own dismay, that only one person contemporary with Shakespeare of Stratford had ever demonstrated the wide-ranging education and expressive talent needed to compose those poems and plays.
That man was the multilingual author, philosopher, and statesman, inventor of the scientific method, chancellor to the courts of Queen Elizabeth and King James, Sir Francis Bacon. Dr. Wilmot never dared to publish his theory, but before he died, he confided it to a friend, James Cowell, who, in 1805, repeated it to a meeting of the Ipswich Philosophical Society. The members of the society were suitably outraged, and the scandalous matter was quickly forgotten. Then, in 1857, a lady from Stratford, Connecticut, published a book called The Philosophy of the Plays of Shakespeare Unfolded. In this book, Miss Delia Bacon, no relation to Francis, claimed that the works of Shakespeare were written by a secret cabal of British nobility, including Sir Walter Raleigh and Sir Philip Sidney, as well as Sir Francis Bacon. Delia Bacon's book electrified the world of letters. Battle lines were drawn between the orthodox Stratfordians and the heretical Baconians. Literary societies and scholarly journals were formed to debate the evidence. Hundreds of pamphlets, newspaper articles, and essays were published defending each side and ridiculing the opposition with that self-aggrandizing viciousness peculiar to tenured academics. Armed with her explosive book, Delia Bacon journeyed to Stratford-upon-Avon and, unbelievably, obtained official permission to open Shakespeare's grave. However, when the moment came to actually lift the stone, Delia's self-doubt precipitated a catastrophic nervous breakdown. She later died penniless in a madhouse. Around 1888, things began to get a bit out of hand. U.S. Congressman Ignatius Donnelly of Minnesota became interested in the Shakespeare controversy. One day, browsing through his facsimile copy of the first folio of 1623, he noted that the word bacon appeared on page 53 of the histories and also on page 53 of the comedies. He also noted that Sir Francis Bacon had written extensively on the subject of cryptography. Donnelly began counting line and page numbers, adding and subtracting letters, drawing lines over sentences, circling words, and crossing them out. The result was a complex and virtually incomprehensible algorithm, which he claimed was invented by Bacon to hide secret messages inside the first folio. The greatest Easter egg hunt in the history of Western civilization had begun. Here are just a couple of the sillier highlights. A doctor named Orville Owen of Detroit constructed a bizarre research tool he called the Wheel of Fortune. This wheel consisted of two giant wooden spools wrapped with a strip of canvas 2 feet wide and 1,000 feet long. Onto this canvas, he glued the separate pages of the complete works of Bacon, Shakespeare, Marlowe, Greene, Peele, and Spencer, together with Burton's Anatomy of Melancholy. By cranking the spools back and forth, Dr. Owen could quickly zip across the pages in search of clues and cross-references. Employing a large team of secretaries and stenographers, Owen claimed to have uncovered a complete alternative history of Elizabethan England, as well as several entirely new Shakespeare plays and sonnets. Listen to this hidden verse, supposedly penned by the mighty bard himself, which inspired Dr. Owen to build his Wheel of Fortune. Take your knife and cut all our books asunder, and set the leaves on a great firm wheel, which rolls and rolls, and turning the fickle rolling wheel, throw your eyes upon Fortune, that goddess blind, that stands upon a spherical stone, that turning and inconstant rolls in restless variation. After publishing 5 thick volumes of this rubbish, Owen announced the discovery of an anagram, indicating that Bacon's original manuscripts were buried near Chepstow Castle on the River Wye. Owen spent the next 15 years
and thousands of dollars excavating the bed of the river with boat crews and high explosives. He died before anything was found. A fellow named Arnsberg wrote an entire book based on the analysis of the significance of a suspicious crack in the tomb of Bacon's mother. A Ray of Sanity finally appeared in 1957. To those familiar with the science of cryptology, the name William Friedman needs little introduction. During World War II, Colonel Friedman was the head of the U.S. Army's Cryptoanalytic Bureau. He is credited with cracking the Japanese Empire's most sensitive cipher. After the war, the colonel decided to apply his expertise to the study of the Shakespeare ciphers. He interviewed several of the experts in the field and prepared a detailed scientific analysis, which he published under the title The Shakespeare Ciphers Examined. His conclusion? In a word, bunk. According to the standards of cryptologic science, not one of the hidden messages purportedly discovered in Shakespeare's works was plausible. The rules used to extract these messages from the texts were non-rigorous, wildly subjective, and unrepeatable by anyone except the original decipherer. The people involved were not being dishonest. They were channeling their preconceptions. They were trapped in a labyrinth of delusion, mining order from chaos. Anglers in a lake of darkness. Lear, Act 3, Scene 6. You would think that Friedman's cold and ruthless exposure would be enough to silence the heretics once and for all. Not a chance. The books and TV specials and websites and conferences and doctoral dissertations keep right on coming. I should point out that the Shakespeare authorship issue is not only the preoccupation of cranks and weirdos. A substantial number of respected authors and Shakespeareans have expressed serious doubts about the traditional origin of the plays. The list includes Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Henry James, Sam Clemens, Sigmund Freud, Orson Welles, and Sir John Gielgud. Living skeptics include the artistic director of the New Globe Theatre, Mark Rylance, Michael York, Derek Jacobi, Kenneth Branagh, and even that most revered and scholarly of contemporary Shakespearean actors, Keanu Reeves. The current leading candidate for the authorship is Edward de Vere, the 17th Earl of Oxford, a theory first proposed in 1920 by an English schoolmaster with the unfortunate name J. Thomas Looney. What is it about Bach, the Bible, and the works of Shakespeare that inspires this intense scrutiny? Nobody's looking for acrostics in Chaucer or Keats. There are no hit CDs of the secret chorales of Wagner or Beethoven. For the answer, we need to recognize the unique roles which the Bible and Shakespeare have played in the development of Western culture. No other single work of literature has influenced modern English more than the translation of the Holy Bible published in 1611 under the auspices of King James I. The King James Bible exemplifies the meaning of the word classic. It has been called the noblest monument of English prose, the very greatest achievement of the English language. It has served as an inspiration for generations of poets, dramatists, musicians, politicians, and orators. Countless people have learned to read by repeating the phrases in this, the only book their family possessed. Our constitutions and our laws have been profoundly shaped by its cadences and imagery. But even the glory of the King James Bible, compiled by a committee of 46 editors over the course of a decade, pales before the dazzling legacy of the Swan of Avon. The lowest estimate of Shakespeare's working vocabulary is 15,000 words,
more than 3 times that of the King James Bible, 40 and 分も経 twice っ the たか size of his nearest competitor, John Milton. His poems and plays were written without the aid of a dictionary or a thesaurus. They didn't exist yet. It was all in his head. When Shakespeare had a thought for which Elizabethan English had no word, he invented one. The Oxford English Dictionary lists hundreds of everyday words and phrases which made their first appearance in the pages of し the ない Bard. ものな。 Addiction, alligator, assassination, bedroom, critic, dawn, design, dialogue, employer, film, glow, gloomy, 何言い出し gossip, た hint, hurry, investment, lonely, luggage, manager, switch, torture, transcendence, wormhole, zany. Hamlet alone contains nearly 40 of these neologisms. うーん、しん Who どいやっぱ today り would have this audacity, this giddy exuberance of invention? Only one other English author even approaches Shakespeare's facility for coining new words. Sir 信号 Francis そ Bacon. んなに作ってたんや。 In the modern era, the record holder is Charles Dodgson, better known as Lewis Carroll, who, interestingly, also happens to be the second most quoted author in English, after Shakespeare. Everyone has been profoundly molded by the influences of the King James Bible and Shakespeare. Like it or not, all of us peer at the world through the lenses of these great works. They are the primary source documents of modern English thought, the style guides of our minds. 英語を作 Contemplating り上げ these た人っている dazzling っていうこと jewels だ of ね。 wisdom and eloquence gives rise to an extraordinary feeling, a potent, rare, and precious emotion with the potential to completely ちょっと今 upset のは面 your 白かった life. な。 An emotion powerful enough to make a man abandon his wife and children, forfeit career and reputation, lay down his possessions, and follow his heart without questioning. That sweet, sweet fusion of wonder and fear, irresistible attraction, and soul-numbing dread known as awe. Awe is the grail of artistic achievement. No other human emotion possesses such raw, transformative power, and none is more difficult to evoke. Few and far between are the works of man that qualify as truly awesome. It is awe that convinces a rabbi to spend a lifetime decoding Yahweh from the Pentateuch. Awe that sends millions of visitors each year to the pyramids of Giza, Guadalupe, and Mecca. It was awe that drove poor Delia Bacon to her doom. Now, please don't come away from this lecture thinking that the key to awesome game design is the installation of Easter eggs. Ordinary games with their contrived Easter eggs and cheat codes are like the Battery of the Month Club. You have to trudge down to the back of the store to get what you really came for. If superpower is what people really want, why not just give it to them? Is our imagination so impoverished that we have to resort to marketing gimmicks to keep players interested in our games? Awesome things don't hold anything back. Awesome things are rich and generous. The treasure is right in the old Radio Shack store. My boss had stepped out for some reason. An elderly woman walked through the front door. Like most of our customers, she was shabbily dressed, probably on a fixed income. I assumed she was there for her free battery, but accompanied by a cloud of red dust. The interior of the radio was half eaten away by battery leakage and corrosion. I looked at the radio. I looked at the old woman.
I looked back at the radio. I reached behind me, where the expensive alkaline batteries were hanging like prescription medication, and removed a gleaming 9-volt cell from its gold blister pack. Then I pulled a brand new transistor radio from a box, installed the alkaline, and helped the lady find her favorite station. No money changed hands. She left the store without saying a word. Awesome things are kind of like that. Bach offered his students very specific insight into the source of awe. In addition to BACH, 2 other sets of initials are also associated with Bach's music. These initials are not hidden in the notes. Instead, they're scrawled right across the top of the manuscript for the whole world to see. The initials are SDG and JJ. SDG stands for the Latin phrase Sole Deo Gloria, to the glory of God alone. JJ stands for Jesu Juva, help me, Jesus. Bach wrote all of his great masterpieces sub specie aeternitatis, under the aspect of eternity. He did not compose only to please his sponsors or to win the approval of an audience. His work was his worship. Bach once wrote, "Music should have no other end and aim than the glory of God and the recreation of the soul. Where this is not kept in mind, there is no true music, but only an infernal clamor and クリ ranting. ア後に取得できるムービーですね。 The 1時 name 間 of the ある power ムー that ビーを moves you 流してま is す。 not ム important. ービーというよ What り is もボイ important スですね。 is that you are 今 moved. 40分ほど経ったでしょう Is the か。 foundation まだ of 終わ religion. れる気配が No ご other ざい motivation ます can free you from the limits of 下手したら personal 40分も経ってない achievement. かもしれへんな。 Nothing else can teach you the art of flight. Computer games are barely 40 years old. どうなんだろう。 Only a few words in our basic vocabulary have been established. A こ whole れが流れ dictionary 出 is してか waiting ら to be あ、で coined. も The slate is 48 分 clean. 前には映像流れ出してるんで、 Someday soon, perhaps even in our lifetime, あと10 a game design will appear that will 分 flash から across our 20分ぐら culture いの間で like 終わってく lightning. れるんじゃないですかね。 It will be easy to recognize. It will be generous, giddy with exuberant inventiveness. Scholars will pick it apart for decades, perhaps centuries. It will be something wonderful, 日食か something 月食 terrifying, something が終わるまでに awful. 重なって終わりですね。 I was invited to speak at a conference in London, 最初は本当に My 左 wife 端にあり joined ま me, したから、それがゆっ and we く took り a 右 day の off 上の for 方 some に来 sightseeing. てますから。 We decided to visit England's その second 映像をず biggest っと見 tourist せて attraction, そして Stratford upon Avon. あと声と。 It was cold and rainy when our train arrived. Luckily, most of the attractions are just a フィ short ッ walk トネス from 自 the 体は station. すごく We パズル visited ゲームとしては Shakespeare's birthplace, あの a シンプ charming ル old house along the main street, which まあ attracts 凝っていたり millions of しますけど、 pilgrims every year, そのコンセ despite プ the ト complete lack of any に evidence 関 that しては Shakespeare was born there or even かな lived り anywhere 難 near 解で it. すね。 We went past the school where Shakespeare learned to read and write, although no documents exist to prove his attendance. We visited Anne Hathaway's cottage, the rustic country farm where his wife spent her childhood, although no record shows anyone by that name ever having lived there. Finally, we came to the one location undeniably associated with Shakespeare,
Trinity Parish Church on the banks of the River Avon, where a man by that name is buried. This beautiful church is approached by a long walkway between rows of ancient gravestones shaded by tall trees. The entrance door is surprisingly tiny. No cameras are allowed inside. The interior is dark and quiet. Despite the presence of busloads of tourists, the atmosphere is hushed and respectful. A few people are seated in the pews, deep in prayer. An aisle leads up the center of the church. The left side of the altar is brightly illuminated. On the wall above is a famous bust of the bard, quill in hand, gazing serenely at the crowd of pilgrims. On the floor beneath, surrounded by bouquets of flowers, at the very spot where Delia Bacon lost her mind, the gravestone of William Shakespeare bears this dire warning. Good friend, for Jesus' sake, forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man who spares these stones, and cursed be he that moves my bones. Every year, 3 million pilgrims arrive from every nation on earth to approach this stone and consider the likeness of a man whose body of work can only be described as awesome. By contrast, the right side of the altar is dark and featureless. Nobody of any consequence is buried there. The only point of interest is a wooden case of simple design, carved of dark oak. Inside the case, sealed beneath a thick sheet of glass, lies a large open book. A plaque on the case identifies this book as a first edition of the King James Bible, published in 1611, when Shakespeare was 46. Not many pilgrims visit this side of the altar. Most of those that do simply glance at the book, read the plaque, and move along. A few, more observant, note that the Bible happens to be opened to a page in the Old Testament, the book of Psalms, chapter 46. No explanation is given for this particular choice of pages. For the initiated, none is necessary. If you are of inquisitive bent, if you are intrigued by English history and literature, if you value your peace of mind, cover your ears now. In the year 1900, a scholar noticed something about the King James translation of Psalm 46. Something terrifying, something wonderful. The 46th word from the beginning of Psalm 46 is shake. The 46th word from the end is spear. There are only two possibilities here. Either this is the finest coincidence ever recorded in the history of world literature, or it is not. The Earth revolves around only one sun and has only one moon. The moon happens to be 400 times smaller than the sun. The sun happens to be 400 times farther away. And the apparent paths of the moon and sun in our sky happen to intersect exactly twice every month. Which means that every now and then, at long yet precisely predictable intervals, the lunar disk slips across the face of the sun and just barely conceals it for a few wonderful, terrible minutes. これ日食なんだ。 A fine coincidence, no?
In June of 1977, a little man with divergent eyes and a talent for mischief ascended a hilltop in the British village of Ampthill. At the summit of this hill is a tall, slender cross, a memorial to Catherine of Aragon, the first wife of Henry VIII. The sun, high in the south, cast the shadow of the cross upon the grassy hillside. At exactly 12 noon, the man removed from his pocket a bar magnet. He turned the magnet so its north pole was facing south and buried it under the shadow of the cross. 2 years later, いや a ー、 few hours before the publication of his first book, 日食 the 終わっ man たんじゃないです returned か。 to that hillside, this time in the dead of night. He used a compass to locate the 終わ magnet ったよ。 he had buried. もう締めに In 入っ that てもらわ same ないと。 place, he dug a hole in the ground and placed inside a ceramic も container う締めていいやろ。 inscribed with the 日食 following 日 words: 食月食 I am the keeper of the jewel of 終 masquerade, わったからもう which 終わり lies っていい waiting です safe よ。 inside me for you or eternity. 終わったかな。1時間にもわたる長いムービーがようやく終わりをつけそう。終わったかな。終わったらしい。いや、終わりましたね。終わったよな。ちょっとずつ変化してる。終わった。完全に消えた。いやー、終わりました。終わってなかった。ゲームディブレクコンサルセンジャーのミュージックオブジャーズのバッね。ナレーションレコードブルートブンソンインサイドバイモダイト。コピーライト2020上ブライアン・モリアーティオールライツ・リザーズ。終わった。キュインって言った。いやー、終わった。終わりましたよ。すべてが終わった。もう完璧に終わりましたね。すべてのパズルを解き終えましたということですね。すべてのムービーを解放しましたと。もうこれ以上、いや、まだどっかにパズルがあるのかもしれませんが、一応僕が目にしたパズルはすべて解いて、シークレットチャレンジも終わりましたというですね。長かったですね。本当にもちろんここも回答済みです。この辺の解いたパズルが残ってくれたらまだ良かったんですけどね。消えちゃいましたね。まあ、最後にこの宮殿の中のパズルを解いたら1時間にもわたるムービーを取得できましたと言ったところで、今日は終わりになるかな。いや、シークレットパズルすべてクリアに関係するパズルも関係しないパズルもほぼ全部解いたはずですね。
ますね。いやー、難しいパズルもいっぱいありました。解けないんじゃないかなって思ったパズルありましたね。まあそれが一番難しかったのはこれですね。ルールはこの動画の前の一番最初ですね。今日はこれを解いて始まったので、もしこのパズルの解き方興味あるっていう意味がわからないよっていう方は動画の最初の方見返してみてください。アーカイブスであげると思います。この辺りは関係なかったんだな、最終的にはクリアには。いや、なんか向こうに行けそうな雰囲気がありますけど、怖いですね。ここですね。あ、ドアを開けて開けてね。まあ、11本の何だったかな、レーザー光線をすべて当てればこのパズルが表示され、ここの入り口が開くと。あ、閉じちゃいましたね。まあ入れるだけのショートカットはいっぱい開けたんでいいでしょうと。こっちは開かないよな。そうだね、開くようにできてるのかもしれない。そしてまあここを出ればクリアですということですね。扉を閉めましょう。いやー、クリアしました。裏を見ればということですね。もうかなり解きましたからね。さあと、エンディングは一回見てますけど、今日の締めということで一応エンディングを見て終わりましょうかね。結構解きましたよ。本当に。あんなところに登ってる人がいますね。初めて見ましたね。ね、何の音だったんでしょうかね。解けてないパズルを案内してくれたりするのかな。あの真ん中の大きな木。A bubble. A bubble in a stream. In a stream. 終わりましたね。面白いゲームでしたね。全体的に。懐かしいですね。この辺の頑張って解きましたよね。前とまあ一緒か、ルートは特に変わりはないですね。
AW、EW ですね。レーザーはすべて消えていく。A flash of lightning in a summer cloud. A flash of lightning in a summer cloud. 結構なパズル解きましたよ。本当に。すべてのパズルを消していってるのかな。そんな感じですね。最終的にはリセットされますと。そういうことでしょうか。いや、このね、湖の海は A flickering lamp. A flickering lamp. スクランプ。ちらつくランプ。いや、懐かしいところばかりですねっていうね気がします。いや、終わってよかった。風景パズルをすべて解いてないっていうんだけが、まあ、やり残しているといえば、やり残しているわけですけど、まあ、そこはあまり躍起にならずね、躍起になって解かなくてもいいのかなと、そういう気がしています。いやー、長い。A phantom. A phantom. Phantom. 意外と Phantom. 長いですね。長かったですね。すべてのパズルが消えていきますね。そしてまた一から始まるわけですからね。A dream. And a dream. And a dream. いやー、終わった新規ゲームの開始になりますからね、これでね。まあ、やったろうじゃないかってね、やるわけですけど。いや、終わりましたね、本当に。ダッシュ。一応、裏エンディングというか、そこまで見て終わっていきましょうかね。何か変わっているところがあるでしょうか。ないとは思うんですけどね。これが光り輝いていますということで、環境パズルですね、風景パズルを置いて中に消えていきましたね。こういう場所なかったですよね。でも
パズルの案ですね、これ。あったな、そういえば。もしかしてクリア後、こんなところにもレコード。 Audio by Wabi Sabi Sound. Andrew Lackey, Bo Anthony ストップ。設定で字幕をありにしとかないといけないんだ。Jimenez, Jeff Garnett, はい、ストップ。字幕ははいでいい。言語は Luca Fusi, Eric Lorenz. Audio by Wabi Sabi Sound. Andrew Lackey, 一応あ Bo れなんだ。 Anthony Jimenez, Jeff Garnett, Luca Fusi, Eric Lorenz. スタッフロール的なことなんだね。結構あるもんですね。ちょっと待って、この部屋があるってことなのかな。この部屋がどこかにあるということなのかもしれないですね。いや、まさかね。まさかね。あ、ここは最終ステージのあれが見えますよ。Additional contributions in modeling by Shannon Galvin, Alex Hayworth, Andrea Blazic, Eric Urquhart, and David Hellman. 最後に取れてきた Additional ところです contributions in ね。 programming by Casey Miratori, Andrew Heenick, Nicholas Ray. ここも解きましたからね。解いてきてますからね。よいしょっと。あ、こんなところに。Special thanks to Jeff Roberts, Daniel Massio, スペシャルサンクスっつってますね。あ、すべて砂嵐になってますね。前はどうだったんだろう。風景か何か映っていたんだろうか。と。わかりますね。どこからだいたいわかる。あ、こんなところにもレコーダー。in-house playtesting by Francis Dooling, Michael Calandra, Timothy Steen. Thanks to our friends who helped playtest: Daniel Ben-Mergui, Mark Ten Bosch, Vi Hart, Chris Hecker, Brian Moriarty, Chris Butcher, Aaron Robinson, Jeff Roberts, Juan 人 Chun. がこのテストプレイやってんな。大変やったろうな、テストプレイでこれやんの。Special thanks to our friends at Sony: Nick Sutner, Adam Boyes, Justin Massengill, Alessandro Bevenzi. ソニーの関係者の人にありがとうっつってますね。
いやー、終わりましたね、本当にね。こんなにテープレコーダーが、ボイスレコーダーがあったんですね、ここに。いやー、最初に来た時は気づかなかったですね。終わったよーと。寝てますね。先を急ぎましょうか。ようやく終わりですからね。シークレットパズルを解き1時間ほどの取得したムービーを見て、エンディングを見、新規プレイをして隠しのエンディングに入ると。ここからはムービーにも入ってますので、しばしばご観覧をということですね。いやー、終わった終わった。今だいたい2時間ぐらい配信してて、シークレットパズルにかかったのは50分ぐらいですかね。それ以外はずーっともうムービー見てますね。1時間で、残り10分でまあエンディングを見ましたよと、そんな感じですかね。まあこれも1回見てるからそんなに見なくていいのかもしれないけど、一応今日これを見終わったら終わりということにしますか。いや、クリアした。ゲーム制作者だったんですね、この人がね。ちょっと待って、あれ、おしっこボトルが置いてますね、これ。おしっこボトルですよね、これね。うわぁ、意外と見出すといろんなものが置いてあるな。ゲーム制作の現場ってこんな感じなんですね。まあ演出ですね。長く仮想現実を体験して足がしびれているのか弱っているのか。よっこいしょっと。マウス。この辺りは本当よくわかんないですけどね。
前も見たけど意味がわからなかったですね。ゴミ箱、ああいう感じなんだ。2回目と。特に変わりはないようですね。どういう終わり方だったかな。クイッキーをちょっとかじって、うわ、間に入っちゃった。裏に落ちたんだ。それ大丈夫？クッキーを食べ、これ全部食べなかったんじゃなかったかな。ね。何をしているのかがわからないよね。こういうの。音を確かめてるってことなのかな。耳に聞こえる。さあ、外に出て終わりだったような気がするんだよな。手触りを手に触るものの感触を確かめてるっていう表現なのかな。終わりますね。もうこれでもうやることはまあ本当はあるんだろうけど、確かもうこの辺りで終わるんじゃなかったかな。エンディングはかなり不思議ですよね。座った。座ったよ。そして横になって、ちゃんと見てるようで見てないから、この辺りは逆に新鮮ですね。あ、終わり。終わりました。いやー。結構シークレットパズル、朝間とか、明け方ぐらいまでは覚悟してたんですけど、そう、50分ほどで解けたのが良かったですね。
ということで、ザ・ウィットネス、もう多分配信することはないでしょう。見ていただいた方、多分あまりおらないと思いますけど、もし興味がおありの方は、シャープの1からですね、だいたいどうですかね、今日を別にして20時間未満ぐらいで解いてますんで、まあ見返してもらっても面白いんじゃないかと思います。お付き合いありがとうございました。深きくざきです。